皆様こんにちは。首都圏の東海道宇都宮高崎線には種別や運転系統が多く、路線図が複雑になっています。今回はこの路線図をアレンジします。なお、この動画をご視聴になる際は画面での激しい動きにご注意ください。また、路線図の作成にあたっては正しい情報を反映するよう細心の注意を払いましたが、誤植が残っている可能性があります。ご了承ください。今回もインクスケープで路線図を作ります。この路線図では、駅を四角で表します。一つの線の上に2種類の四角を用いますが、この表記の意図を説明するために、まずは運転系統について説明します。今回取り扱う東海道線、横須賀線、宇都宮線、高崎線は、それぞれ画面で記したところを走ります。なお、高崎線は大宮から高崎までの路線ですが、多くの列車が大宮より南でも走り、東京から高崎までを高崎線と呼ぶこともあります。東海道宇都宮線は、大宮から横浜までのほとんどの区間で京浜東北線と並走しています。京浜東北線は、簡単に言うと、東海道宇都宮線の確定系統です。京浜東北線と並走する区間では、東海道線、宇都宮線の列車は、普通列車であっても快速運転をします。ただし、京浜東北線が東海道、宇都宮線の完全な確定系統というわけではなく、区間によっては、山手線や横須賀線も確定系統として機能します。ここで、湘南新宿ラインと上野東京ラインについて説明します。これらは直通の経路のことであり、湘南新宿ラインには次の2つの経路が、上野東京ラインには次の3つの経路があります。ただし、東海道線、常磐線の経路については、今回の路線図には関係なく、また運行形態も異なるため、ここでは説明しません。湘南新宿ラインは、中心部で東海道、横須賀、宇都宮、高崎線から外れ、新宿を経由して直通する経路です。一方、上野東京ラインは、東海道、宇都宮、高崎線の起点である東京で折り返さず、そのまま直通する運転系統です。種別について説明すると、東海道線、伊東線、宇都宮線、高崎線、両毛線では、直通のない列車と上野東京ラインで、同じ種別の区分がなされています。経路が異なる湘南新宿ラインでは、種別の区分も別になっています。ただし、これらの種別の間には、次のような多様関係があります。横須賀線について説明します。横須賀線は、東京から久里浜までを結ぶ運転系統です。東京から大船までは東海道線とは別の線路を走り、品川から鶴見までは迂回しますが、この区間は正式には東海道本線ということになっています。つまり、路線名としては、大船から久里浜までを指すものとなっています。なお、かつては東海道線と横須賀線が線路を共用していましたが、高度経済成長期に沿線人口が急増し、混雑率がほぼ限界に達したため、通勤5方面作戦の際に線路が分離されました。現在、横須賀線には、宇都宮線に直通するものと、総武線に直通するものと、直通のないものがあります。このうち、宇都宮線に直通するものは、途中で横須賀線を外れ、車両も異なり、この経路は湘南新宿ラインと呼ばれています。一方、総武線に直通するものは、総武線では快速または通勤快速となります。直通のないものと、車両も経路も同じであり、特別の経路名も特に与えられておらず、直通のないものと同一の系統となっています。駅の配置が終わったので、乗り換えを書いていきます。過去の動画でお話ししたことがありますが、今回のように分岐が多く入り組んだ路線網を書くときは、駅と重ならないように配置する必要があり、多くのことを考えるので時間がかかります。
ここで2種類の四角を用いていることの意図を説明します。現在は東海道線が映っていますが、ここでは四角にこのような意味を持たせています。先ほど図で示したように、東海道、宇都宮、高崎線の経路と種別は、それぞれの路線において 2×2 のようになっています。この 2×2 の形態を2つの線と2種類の四角に対応させています。なお、余談ですが、JR 東日本が採用しているローマ字表記のうち、信越線には音の分離を表すハイフンがあるのに対し、高崎問屋町にはなく、ローマ字表記の方法が異なることになります。理由はわかりませんが、この路線図では JR 東日本の表記に倣います。種別名を書き加えます。そして、位置を調整したら、線を引きます。山手線、京浜東北線、埼京線は、乗り換えのところに書かず、細い線で表現しました。これには、山手線や京浜東北線が確定系統として機能していることや、経路が離れる位置を示すことで、例えば奥駅では京浜東北線に乗り換えられないことなどを簡潔に表すという意図があります。駅番号を四角の中に書き込んでいきます。駅番号は、湘南新宿ラインのものは JS、それ以外のものは JT、または JU から始まります。この路線図では、線を湘南新宿ラインかそうでないかで分けているため、四角の上に書くことで、この区別を明示することができます。なお、この路線図で、停車駅を表すのに丸ではなく四角を使っている理由は、駅番号を記述したときに、駅番号の文字を大きく、余分なスペースを小さくすることができるからです。最後に、路線図の説明欄を加えたら完成です。また、湘南新宿ラインの2系統の色を入れ替えた差分も作りました。それがこちらです。今回作った路線図は、説明欄の URL から確認できます。必要に応じてご確認ください。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。